皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は第13回目、その後半です。テーマは世界に誇る武士道、その4回目、正義東京裁判、その1回目です。この後半は不当な裁判です。東京裁判は続きます。アメリカ人ブレイクニー弁護人は、戦争はいかなる国際法からしても犯罪ではない。戦争法規、つまり法の規定があることは戦争の合法性を示す根拠である。また戦争は国家の行為であり、個人には責任はない。法廷で裁かれた例はないと主張しました。つまり個人を裁くこの裁判自体を無効としたのです。続けてファーネス弁護人は、この裁判の裁判官は戦勝国ではなく中立国の代表がすべきであると弁明し、復讐劇としての東京裁判を非難しました。またローガン弁護人は徹底してアメリカの戦争責任を追及しました。1948年昭和23年3月10日の最終弁論において、連合国が特にアメリカがいかに経済的軍事的に日本を追い込んだのかを論証した彼は、大東亜戦争、つまり太平洋戦争は連合国の不当な挑発によって引き起こされたのであると法廷で訴えました。日本の攻撃が自衛目的でない、つまり侵略と記録することは実に歴史に汚点を残すものであります。アメリカ人弁護人はこの他にも20数人いました。彼らはそれぞれ自分たちがアメリカ国民であることを決して忘れてはいませんでした。しかし弁護の必要から日本の立場を深く知るに至り、日本が侵略戦争をしたわけではなかったという事実を理解しました。それは大変なショックでした。正義を守る弁護士の面目にかけて日本人を弁護したのです。ローガンは東京を去るに臨んで、日本の全被告に対して次のように挨拶しました。私は最初日本に着いた時には、これはとんでもない事件を引き受けたものだと後悔しないわけでもなかった。その後調査研究をしているうちに、私どもがアメリカで考えていたこととは全然逆であり、日本には20年間一回した国際侵略の共同防御は断じてなかったことに確信を持つに至った。したがって起訴事実は当然全部無罪である。こうして東京裁判がいかに不正義な裁判であったのかをアメリカの弁護人たちが明らかにしました。続いて裁判の違法性をついた日本側清瀬弁護人です。東京裁判が改定して被告の罪状認否も一通り済んだ1946年昭和21年5月13日、日本側弁護団の副団長を務める清瀬一郎、後に衆議院議長は、裁判所の管轄権、つまり法を適用する権利に関する重大な弁論を行いました。この東京裁判において裁こうとしている被告、つまり日本の起訴内容は成り立つかどうかという根本的問題を取り上げたのです。まず第一、日本はポツダム宣言を受諾して降伏した以上、平和に対する罪、そして人道に対する罪などという
ポツダム宣言後に作り出された罪状をこじつけることは法理に反すると指摘しました。法律ができる前の事件は適用されない。さらに起訴状では満州事変から大東亜戦争終結までを対象にしており、このまやかしにも言及しました。ですならポツダム宣言は大東亜戦争の終結に関するもので、それ以前の満州事変などの戦いの大半はすでに解決済みなのです。したがって法廷に持ち出す根拠はないのです。それに対してキーナン首席検事は、日本は無条件降伏したのであって何を今更という趣旨で反論しましたが、清瀬はこう切り返しました。ドイツは無条件降伏した。ところが日本は本土決戦の前にポツダム宣言という降伏条件を了承して受諾したのだ。無条件降伏ではないと反論しました。ポツダム宣言を見よ、第5条に我らの条件肥大のごとしとあって、いかに降伏条件を列挙しているではないかと反証を挙げたのです。この管轄権問題は判事団を悩ませ、1946年5月17日の公判でウェブ裁判長は、理由は将来に宣告しますと述べて、理由を説明することなしにこの裁判所に管轄権があると宣言しました。つまり無理やりこの裁判を合法とねじ伏せたのです。こうした背景のもとに1947年昭和22年2月24日、清瀬は日本側弁護団を代表して冒頭陳述に臨むことになりました。とりわけ明治以来、日本が目指してきた外交政策の本質は、独立主権の確保、人種的差別の廃止、並びに外交の要義としての津波、要としての東洋平和の3点に集約できるということを条理の限りを尽くして明らかにしました。歴史を顧みでは、不平等条約、三国干渉、春ノートなど、日本の主権を脅かす圧力は次から次へと襲ってきました。常に欧米諸国は日本に不平等な条件を迫ってきたのです。また、第一次世界大戦の終結のためのパリ講和会議において、日本が提出した人種差別撤廃の動議が列強によって否決された事実もあります。これは20世紀前半に根強く残っていた白人優先主義を象徴する史実に他なりません。さらに押し迫る欧米の植民地政策に対して、いかにして国土国民を守るかは極めて深刻な課題でした。20世紀初頭のアジア・アフリカ全域でかろうじて独立を確保できたのは、エチオピア、リベリア、タイ、そして日本ぐらいだったのです。しかも日本は自国だけを独立求めたのではありません。東アジア一帯にわたって外交努力を払ってきたのです。清瀬はこれらの歴史的事実に沿って検察側によって起訴された日本弾劾の具体的内容の一つ一つに反証を挙げて是正を迫りました。この冒頭陳述は日本の名誉、また昭和史の真実を渾身を傾けて訴えた記念すべき資料です。私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは正義でした。聖書の一節をご紹介いたします。有名なキリストの裁判で、裁判官はローマの総督です。
ところでピラトはその祭りには人々の願う囚人を一人だけ赦免するのを例としていた。たまたまバラバという者がいて、暴動の時人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていた。それで群衆は進んでいって、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼らに答えて、このユダヤ人の王を釈放してくれというのかと言った。ピラトは宰相たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。しかし宰相たちは群衆を扇動して、むしろバラバを釈放してもらいたいと言わせた。そこでピラトはもう一度答えて、では一体あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあの人を私にどうせよというのかと言った。すると彼らはまたも十字架につけろと叫んだ。だがピラトは彼らに、あの人がどんな悪いことをしたというのかと言った。しかし彼らはますます激しく、十字架につけろと叫んだ。そこでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思い、バラバを釈放した。そしてイエスを鞭打って後、十字架につけるようにと引き渡した。新約聖書マルコの福音書15章6節。2000年前の裁判も真実が問われたのではありませんでした。ローマの総督であり裁判官であったピラトにとり、一人の囚人のことなどさほど問題ではありません。民衆のご機嫌を取り、いかに治めるかが大切でした。暴動になるとローマの皇帝カイザルから更迭されます。なんとか穏便に収めたい。彼の弱点を突き、ユダヤの指導者たちは民衆をけしかけ、暴動劇を起こし、無実のイエスを処刑に持ち込むことに成功したのです。ローマを支えたのは力こそ正義でした。それをこの東京裁判でも見るのです。人間の本質は2000年間何も変わってはいません。それではお知らせです。次回第14回目、12月12日土曜日です。毎週土曜日の予定です。テーマは世界に誇る武士道その5回目、パール判事です。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴誠にありがとうございました。